トイボールファクトリーです。今回は RG 汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン初号機をテッカテカに塗装します。箱はこんな感じ。 RG10 周年最終作新エヴァンゲリオン劇場版の公開に合わせて2020年3月に発売された RG ブランド初のガンダム作品以外でのキットです。公開が延期になっていましたが2021年1月23日の公開予定となりました。待ち望んだ最終作、一体どんな結末を見せてくれるのでしょうか。それでは作っていきましょう。テレビアニメ放送開始から25年ほど経ったでしょうか。当時テレビシリーズの最終回を見て唖然としたあの気持ちにもちゃんと決着をつけてくれるんでしょうか。ゲートの2度切りをしています。何度も切ってますが2度切り。ゲート跡を薄くスライスしてパーツに余分な圧力をかけずに発火やえぐれを予防しています。 RG らしい多色成形のパーツはこれだけ。角と二の腕、目の部分ですね。他の RG によくあるアドバンスト MS ジョイントは使われていません。まあモビルスーツじゃないですしね。テレビアニメ公開当時エヴァの斬新なデザインに度肝を抜かれたことをよく覚えています。猫背で紫色、しかもスニーカー履いてる。それまでのロボットはガンダムを含めてスリッパのような足ばかりで、それが当然だと思っていたので衝撃的でした。新劇場版で多少のアレンジは加わっていますが大きな変更はされていないにもかかわらず今でも斬新さを感じさせてくれ続けるデザインですね。当時に販売されたエヴァのプラモデルは関節に軟質素材を使い生物的な関節を表現したものでプロポーションなども優れていましたが、さすがにこの RG のアレンジの前では霞んでしまいます。すごいディティール。可動ギミックや色分け、さらにプロポーションまで、どうやったらこんな風にまとめられるんでしょうね。胴体の色分けが完璧すぎて怖くなります。プロポーションを作るだけでも相当大変だと思うんですが、バンダイの労働環境はどうなってるんでしょう。武器類はパレットライフル、アンビリカルケーブル、プログレッシブナイフが付属しています。頭部のこの色分けもうすごすぎて意味がわからないですね。どうなってんのこれ。とりあえずこれでパーツが一通り揃いました。では組み立てて完成。それではキットを見ていきましょう。 HG のオリジンガンダムと比較するとかなり大きいですね。マスターグレードと名乗ってもよかったのでは。エヴァは身長に明確な設定が存在せずパッケージにスケール表記もないので、RG の中でもめっちゃでかいというサイズ表現なのかなと思います。首の可動範囲はほぼ真横まで。見上げる動作もしっかり。逆に下方向にはほとんど動きません。顎が開くギミックで暴走し放題。腕は真横まで上がり二重関節でしっかり折り曲げられます。二の腕が三段構造になっているのでひねり動作が自然になるようになっています。肩も前後にスイングして大胸筋の走行も連動。胴体は6個の関節でエヴァの特徴でもある猫背をしっかり再現。横への動作も柔らかな表現ですが、しかし腰のひねりができないのが残念ポイント。エントリープラグのハッチはバッチリ稼働。膝は当然のように二重関節で、おまけに膝裏と連動して前足の筋肉が盛り上がるギミックがあります。開脚は人間と同程度。つま先が可動。足首も人間のように動きますね。ひねりも同様、接地感が高そうです。手首は変な方向にも曲がるので腕を潰された遊びができますね。このキットの合わせ目はアンビリカルケーブルの差し込み部分だけ。今回はそのままにしておきます。この角部分、多色成形のものと単色のもので2つついています。塗装派には嬉しいですね。肩にはプログナイフを収納できます。プログナイフは収納状態と展開状態の2種合計4本が付属します。ハンドパーツがいっぱい。1,2,3,4,5 この5種に加えてさらに持ちきれなかった握り拳のパーツもあります。これだけあれば劇中のポーズの再現には困らないですね。
それではバラして表面処理を行っていきましょう。仮組みを行うようになってからパーツを分解する工具を使うようになりました。ゲート跡をシャインブレード6の先端相当の面で処理。テカテカ塗装しないパーツはこれで十分。パーツを分解するときに一番使っているのがタミヤの超色スティックです。細さと薄さと硬さのバランスが良く、傷もつきにくいので重宝しています。今回もサフレス塗装を行うので800番から1500番のマジックヤスリで表面を整えました。整えましたという一言では済まないパーツの量です。セリアで見つけたこの蓋を開いたままにできるタッパーがめっちゃ便利。それでは下地塗装を行っていきます。クリーニングブラシで静電気を除去。今回も EX ブラックで全てのパーツの下地を塗装します。前回のデルタプラスの塗装の際、乾燥による静電気のせいかパーツにホコリがつきまくって大変だったんですが、今回静電気対策として加湿器による加湿と服を洗濯する際に柔軟剤を入れると静電気を逃してくれるという情報を得たので試してみたところ、前回に比べてホコリがパーツにつく回数がかなり減りました。本当かよと半信半疑ではあるんですが、一応効果はあったとしておきましょう。スターブライトシルバーを塗装します。ガイアノーツのメタリック系の塗料はガイアノーツのメタリックマスターという溶剤を使って希釈しています。これをエア圧弱め、塗質量も絞ってふわっとのせるように吹き付けると粒子感の少ないメタリック塗装ができます。パールシルバーも同様にメタリックマスターで希釈。プログナイフなどを塗装しました。パールカッパを塗装します。靴などオレンジ色の部分ですね。ちょっと暗く感じたのでスターブライトゴールドを重ねて少し明るめにしておきました。フレームをガンメタルで塗装します。あんまり見えない部分なのでまとめて塗っちゃいます。GSI クレオスの GX メタルレッドもメタリックマスターで希釈してますが、とりあえず問題はないようです。ここはガンキャノンで行ったお手軽キャンディー塗装を再現。 GX メタルレッドを塗装した上にクリアレッドで色を濃くして乾燥を待って、さらにクリアレッドを重ねて終了。まるで血のような赤色。字が汚くて読めない。ガンブラスターグリーンと書いています。 YouTube を始める前に作った色で、モスグリーンに EX ブラックを極少量混ぜた色だと記憶しています。アメジストパープルを塗装していきます。バウンドドッグでも使用した塗料ですね。ミスタークリスタルカラーは単体でもキャンディー塗装やメタリック塗装のような雰囲気が出せるパール塗料で、光沢塗装と相性がいいですね。色数も豊富なので他の色も試していきたいです。一度塗りでは塗りムラがあったのでもう一周塗装しておきました。バウンドドッグの時は明るすぎると感じましたが、エヴァ初号機にはこれくらいの色の方が似合いますね。同様にトルマリングリーンを塗装していきます。エヴァの緑色の装甲部分ですね。ターコイズグリーンは青みがかかっていたので、より緑色のこちらにしました。でもちょっと色が薄い気がします。エヴァっぽくない。ということで蛍光グリーンを塗装します。蛍光色って可視光以外の光を可視光に変換して反射するので、他の色に比べて明るく見えるんですよね。ちょっと薄く見えるトルマリングリーンに重ねることで明るく発色のいいグリーンになるのではと塗装してみました。どうでしょう。いい感じになったんじゃないでしょうか。他の色とのバランスが取れたと思います。 EX クリアでクリアコートを行います。今回はそれなりに登場しますよ。そこそこ光沢が出てますね。クリアコートしてより光沢を出していきます。アメジストパープルはガイアノーツのメタリック系塗料のようにメタリックマスターで希釈してエア圧弱め、塗質量を少なめに塗ると艶消しになってしまいます。しかしバウンドドッグでメタリックマスターで希釈したアメジストパープルが大量に余っていたので、エア圧と塗質量を塗料が流れない程度に厚塗りしてみたところ、それなりに光沢が出てくれたようです。さらにおい EX クリア、メーカーも2度のクリアコートを推奨しています。たっぷり塗装しつつエッジなどにたまりができやすいので作らないように慎重に塗装します。テッカテカですね。いい感じです。ツヤツヤ。それでは中研ぎを行っていきましょう。一晩ほど乾かしました。ちょっとざらついてる感じがしますね。
2000番から3000番のヤスリで表面を整えます。全体が梨地になれば OK。 やはり相性の悪い溶剤を使うと良くないんでしょうか。ほぼ全パーツをヤスリがけする羽目に。そして残念なお知らせ、ヤスリをかけすぎてプラスチックの下地を出してしまいました。白っぽいところがそれです。小さくてエッジが多い RG エヴァは削りすぎてしまいやすいですね。他にも何箇所かやってしまいました。なかなか難しいですね。辛い。まあでもこんなものはね、やり直せばいいんですよ。 EX ブラックからやり直しです。削りすぎてしまった角を狙って EX ブラックを少しずつ拭いて隠します。どうでしょう、隠せたでしょうか。目立たなくなったんじゃないでしょうか。さらにその上からアメジストパープルを塗装して元の塗装に戻していきます。キャンディー塗装など重ね塗り前提の塗装方法だとこういった修復は難易度が高いと思われるんですが、今回の塗装だと2回だけの重ね塗りなので難しいかなと思っていましたが、やってみるとなんとかなるものですね。みるみる元に戻っていきます。これでバッチリ元の色に戻りました。完璧じゃないですか。最後に EX クリアでクリアコート。おっとっとっと、ちょっと溢れそうになりましたがこれで完了です。アンテナの塗り分けを忘れてました。さすがにここはやらずに済ませられません。マスキングゾルでマスキングをしていきます。大まかな部分はマスキングゾルに付属のハケで塗って、細かい部分は面相筆で塗っています。筆にマスキングゾルが残ると使えなくなってしまうので乾く前にちゃんと洗います。これでマスキングできたかな。塗ってみないと分かんないですね。トルマリングリーンを塗装します。下地に黒を塗った方がいいんでしょうけど、まあアメジストパープルが暗いので大丈夫じゃないかなと思ってそのまま塗装しています。なんとかなってるんじゃないかな。さらに蛍光グリーンを塗装。仕上げに EX クリアでクリアコート。マスキングゾルで表面がボコボコになっててよくわからないですがきっと大丈夫なはず。これでエアブラシの塗装は終了です。エアブラシの塗装を終えて部位ごとに組み立てました。それでは部分塗装を行っていきます。シタデルカラーのリトリビューターアーマーを塗装します。パレットライフルの塗り分け部分ですね。筆塗りでのメタリック塗装はムラになりやすいですが、何度かに分けて丁寧に塗ると筆ムラが目立ちにくくなります。一度塗り終わったらしっかり乾燥するのを待ってから2度3度と重ね塗りします。乾燥を待っている間に他のパーツの塗装をして時間を節約しています。さらにシタデルカラーのアバンドンブラックで穴っぽい部分を塗りつぶします。ピンマイスで穴を開けるのを忘れてました。さらにシタデルカラーのアグラックスアースシェードで墨入れを行います。シタデルカラーのシェードという種類の塗料は簡単に陰影をつけられるクリア塗料です。塗りすぎてしまってもマジックリンなどで拭き取りという方法があるので気軽に使えますね。すべての塗装が終わったので組み立てていきます。バラバラでもめっちゃテッカテカ。この組み立ての時間が至福ですね。めっちゃキラキラしてます。そして組み上がり完成です。はあ、これはすごい。光沢が踊ってますね。たまらない。見てくださいよ、この太もも。複雑な面構成が光沢によって強調されてまるで宝石のようです。めっちゃテカってる。角もうまいこと塗り分けできたようです。違和感ないですね。初出撃時の夜間戦闘のシーンを思い起こすような色味ですね。ということで RG 汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン初号機のテッカテカ塗装でした。ガンダムシリーズ以外での初の RG キットであるエヴァンゲリオン初号機。25年経った今でも斬新さを感じさせるデザインをさらに高めるアレンジを施し、ガンダム以外でも高い完成度を見せつけ RG というブランドのさらなり可能性を示してくれたのではないでしょうか。曲面とエッジが共存するデザインのおかげでメタリック塗装がとてもよく映えてくれました。細かいディティールがあるにもかかわらず
パーツごとの色分けもほぼ完璧で、思っていた以上に塗装を楽に行うことができました。そういえば目は今回は塗装せずにそのまま使っています。白いプラパーツの質感が明るくて逆によく目立ちますね。現在は入手困難なキットではありますが、映画公開に合わせて1月末に再販されるようなので、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで RG 汎用人型決戦兵器人造人間エヴァンゲリオン初号機のテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。ちゃんと上映して完結してくれるといいですね。